なぜそんなに綺麗？なんででしょうね。ドリアン様は世界で何番目に美しい方ですか？オンリーワンです。笑い方はわざとですか？うるさい。メイクの仕方を知りたいです。すごいざっくり。ざっくり。我々のこの2時間の工程を一言で。じゃあ一言でどうにか。仕方？綺麗になれ。綺麗になれ。いつも気になってしまうのですが、脇毛にこだわりがおありなのでしょうか？あら。私は個人的な意見としては、やっぱりこう体毛ってすごくドラァグらしさだと思っていて、その男性がこの、ドラァグクイーンの格好をやってるっていうところで、ちょっと昔あるところあるね、あれでも言ったんですけれども、どっかに男性らしさを残したいなと思って、脇毛っていうのはすごくその中でもアイコニックな存在なのかな。そうね。なんだろう、私昔さ今でこそね、もう体毛処理してしまってるんですけど、なんだろう。ショーでこう手を上げる瞬間の写真をパッと撮られて、それが中国のね新聞に載ったんですって。それにこう見出しが書いてあったんだけど、邪悪的脇毛って書いてあって。本当に？北京のショーとかで？北京じゃないんだけど、日本のドラッグクイーン事情を中国の新聞がね取り上げたっていうやつに。ちょっと脇毛が乗りました。あなたは割ともさっとしてる方。そうですね。もともとはね、そう今はもうレーザーでバンバンバンってやっちゃったんですけど、でもこれやっぱね、脇毛に関してはもう人それぞれ、体毛とかね、そういったものに関しては人それぞれクイーンさん一人一人に、スタンスが終わりだから、そうね、特にそれはもう何が正解で何が間違いではないと思うんですけれども、私は脇毛はちょっとこだわってます。こだわりよね。でもちょっと好きます。大事よ。見せる時にね、こうもっさりっていうのは本当に邪悪的脇毛だから。私このなんていうの、天然パーマだから、やっぱこっちの方もすごい天然パーマなのね。だからなんかね、本当マリモが乗ってるみたいになっちゃうから、ちょっとそうなるとちょっとあれだからね。ドラァグクイーン名の由来はあるんですかと。私の、ドリアン・ロロブリジーダっていう、長いね、このややこしい名前なんですけれども、そもそもこういう長い名前つけようって思ったのは、何を隠そうこの方とのお話が元なんですね。そうやっぱりこうとね、大体この始める時期が一緒だったから、名前どうしようみたいな時に本当に長い名前がいいわよっていう話はまずベースであったんですよ。この方との話で。いや頃は、それ以上でもちょっと前がね、そう我々の世代のちょい上ぐらいが短い方が多かったね。短くて漢字が多かった。和名の方がね、和名が多かった。すごい素敵な方たちなんですけれども、ただちょっとね、ちょっとこういろいろ変えていかなきゃいけないなってところで、横文字のやっぱ中黒が欲しいなっていうところ。そうね。名字と名前っていうね、欲しいなってなりましたね。なりました。クレジットするときにさ、こう名前がずるんって長い方がなんかこうパンと目に入るかなっていう。多分私たちだけの感覚なのかもしれないんだけど。すごい浅はかな算段。でやっぱ長い名前を付けようってなった時に、じゃあどんな名前がいいかなと思った時に、私がもともと好きなイタリアの女優さんで、ジーナ・ロロブリジーダっていう方がいらっしゃったんですね。すごいもうソフィア・ローレンとかの時代の古い方なんですけど、すごいグラマラスで素敵な方で好きだったので、何せロロブリジーダって強そうじゃないですか。口スタシーあるよね。そうなんです。言いたくなる感じ。口スタシーって皆さんご存知ですか？口のエクスタシー、略して口スタシー。なんか言ってて気持ちいいフレーズとかね。でロロブリジーダってつけて、じゃあこの、ファーストネームはどうしようかってなったらですね、何を隠そう、このリル・グランビッチさんドリアンとかいいんじゃない？でドリアン・ロロブリジーダになりました。そうフルーツがねあんまりいないよねって話になって、お花の名前はいっぱいあるけど、フルーツ欲しいね。なんかこう佇まいがもっと男の子っぽかったんでね、こうフルーツのキング、王様っていうのでね、女王なのにって言いながらドリアンとかいいんじゃないって言ったのを覚えてます。そして私はドリアン・ロロブリジーダになりました。リル・グランビッチは？グランビッチね、なんだろう、私ヒップホップ昔好きだったんで、今でも結構いるかな、リル・キムとか
でこう背がちっちゃい子の名前にリルってこうつけるみたいなのがこうヒップホップにあって、私160センチなんですよ身長が。まあ男性としては低いっていうので、まあリルってちょっとつけちゃおうかなと思って。グランビッチってどうしたんだって、当時本当ニンフォマニアみたいな状態で本当にクラブに行きゃどこそこですぐセックスするような、とんでもない人だったんですけど、まあビッチってつけとこうかなと思って、でまあせっかくだから最上級のね最高峰のっていうのでグランドってつけたんですけど、ナジャ・グランディーバさんって先輩にいるんですけど、まあすごい大ファンで、まあこう彼女のグランから、そっか、あの方もグランドディーバでグランディーバ、グランディーバ、そこをこうキュキュッとしたんですけど、ちょっとねこうハイフン入れて私はこうね別にしてっていう感じにしちゃった。ドラァグクイーンの名前ってさ、適当につけられてるようでちょっとこだわりがあったり、まあいろいろね、あるじゃないですか。あとほらこう襲名というかさ、なんかこう人からもらう人もいるじゃない。あの人につけてもらった、あの人につけてもらったみたいな、あんまり理解ができないけど私はそれは。まあでもほらドリアンってつけていただいたから、カテロロールビジェつけてるんだから。名付け親。ちょっと待って、一個だけいい？さっき名前の話したんだけどさ、これわざとかな？ドドリこれもねよく間違えられるんですけど、私ドドリアさんじゃなくてドリアンさんです。ドドリアさんは、ドラゴンボールの人です。そうです。やっておしまいなさい。ドドリアさんの方ですね。ここのところよろしくお願いいたします。ドリアンさんはどこで誰からファッションやメイクのインスピレーションを得ていますか？そういやでも本当にもう身の回りのものすべてですね。私の場合このなんかねその女性的なものだけになりたいわけじゃなくて、本当にたまにこう無機質なものだったりになりたかったりもするので、本当にこう日新宿のビル群とか見てるとやりたいって思うようになります。本当にもうねあらゆるものが割とねこのインスピレーションのもとです。何フェチですか？短い手足です。なんか悲しい。何？好きな男性の部位は何ですか？ V？ あら部位ね。私男性の部位って言うとあれなんですけど、直接的。それから何でもいいわけではなくて、大きなが好きなんですね。私よりも大きくないと男性として認識できないっていうかわいそうなこうなんていうの癖を抱えていて、例えばさこう出会って、いいなっていう方がいらっしゃってもね、いざっていう時にっていうか大体分かるの、もうパッと見たらこの方のお持ち物はとっても素晴らしいっていうのはパッと見たら分かっちゃったんだけど、絶対ダメだろうなって思うの。この人すっごい一緒にいて楽しいしイケメンだし、なんかねこういうシーンって向こうも好意持ってくれてるし、いい感じでいけたらいいなって思うんだけど、もうハッと見た瞬間にでも多分あちらの方が私の基準をクリアしていないだろうなっていうのが分かって、大体パッとパンと出た瞬間にやっぱりねって思うのよ。でなんか気まずい思いをするのも嫌だから、もう先んじてね、もうごめんね、多分おサイズが合わないと思う。そんなことなんだ。あんたそんなこと言うの？本当にごめんね。じゃあ実際その時はじゃあリルスタンダードに満たされてなかったわけじゃない？その方は。どうしたの？しなかった。帰るねって言って。そんなことあんの？いやだって興奮しないから。そういう方がいるからいつでも経っても男性誌の後ろの方はなんか大きくするだの長くするだの、ああいうのばっかりなのよ、広告が。全ての方がそうだとは思わないんだけど、本当にねこれは私の癖ですね。好きなんだ、大きいのが。大きい男性じゃないと男性として認識できない。初めて基準があるんですけど16センチ以上。それってどうなの？大きい方なのか16？なんだろうね、そこそこは大きい方に入るんじゃないかな。勝負下着はありますか？
ありません。これ多分男の子の時のお話だと思うんですけれども、やっぱ私も若い時はなんかこうね、こうすごいもう立体裁断でもうこの膨らみがボロンってこう見えるようなものみたいなの結構好んで履いてたんですけど、やっぱ年重ねてくるとなんか逆にそっちの方がなんかすごいこうガーリーだなって思うようになってきちゃって。なんかマインドがね、そうマインドがね、そうそう逆になんかちょっと着古したトランクスぐらいの方がちょっとエロいんじゃないかなって思ってちょっとこう勝負下着のベクトルが変わってきました。あるんじゃん彼との馴れ初めはっていうのが来てる。でもさ、彼を知らないだよね。彼は我々の実は大先輩でドラッグクイーンの先輩なんですけど、ホッシーっていうクイーンオブクイーンです。人ともう13年お付き合いさせてもらってるんですけども、私は一方的に知ってはいたんですよ。ただ、タイプかどうかって言ったらもう全然よく分かんないし、こういう感じでいらっしゃるからよく分かんないからね、すごい派手な方だし。で、私ね、一回道端ですれ違ったんですよ。で、出会う3年前だったんだけど、じゃあもう19とか20歳とか20歳の頃にね、2丁目のこう道端でクラブの前に彼がいたところを通り過ぎた瞬間に彼パッと見て、私この人と付き合うっていうのをなんかふっと感じてしまって、で、変な話全然タイプじゃないんだけど、なんかずっと気になってたんですよ。付き合うなって、いろんなお友達に、共通の友達は何人かいたんだけど直接は知り合えなくて、紹介してくれって話をし続けてたんですけど、ある時ね、出会い系サイトで。そうなの？そうよ。そうなんだ。よくふざけてサマンサタバサのバッグを掴んだら2人とも手が触れ合ってあってなったっていうのがその当時の出会いの馴れ初めで言ってたんだけど、出会い系サイトですよ。で今日のそのなんていうの、夜のお供のお相手を探していらっしゃって、で私もしたかったからどうですかって送ったら、向こうから写真が届くわけですけど、そこにはこうスキンヘッドの人が頭に鉢巻きというかタオルを巻いてカーテンが映ってたんだけど、エンジ色のカーテンだったのね。で、なんか顔全然タイプじゃないけど、エンジ色のカーテンの家の人絶対頭おかしいじゃん。じゃあその時点では方だったら分かんなかった。気づかなかった。気づかなくて、エンジのカーテンの人と喋ってみたいと思って、なんならね、こういたしてみたら面白いことが起こるかもしれないと思って、急いで会いに行きますって言って家に着いて、一発終わった後に笑った顔の歯茎を見てホッシーさんでしょうって気づいちゃったの。で、ですよねって聞いたらバレちゃったって言ってて、で私3年前からね、なんかこの人と縁があるって思っていたから、これからもどうですかっていうふうに言ったら、彼まだ彼氏いたんだよ。愛人をちょっとやってて、ある時付き合い始めましたっていうのでご報告したのかな。そうだ、だからあなたからだって電話いただいたの覚えてるもん。なんかそれこそなんか自分が確か大学の喫煙所かなんかにいたのよね。でその時あなたから電話かかってきて、何って、いやなんかお付き合いすることになった。おめでとう。相手はって自分の知ってる人って言ったら欲しい。スクール革命を見てファンになりました。ありがとうございます。メイクがめんどくさい日はありませんか？毎日です。Me too。リルさんにとっての生きがいって何でしょうか？生きがい、寝ること、食べること、だけ。恋のトラウマってありますか？今私その状態で恋ができません。あるよ。自分の中でこう、消化してって気づいたらなくなってたりするもの。多分ね、もうトラウマで仕上がっちゃってこうなっちゃったんだと思う。なんだろう、例えばその誕生日前とか、そのクリスマス前とか、イベント前に振られるっていう子だったんですよ、若い時。だから未だにクリスマスが大嫌いなの。年で一番嫌いな日はクリスマス。絶対に男と別れてしまう。1週間前にあれなんでって私検証したことあったんだけど、おそらくだけど、その私へのプレゼントを買う時にふと思うんだと思うの。この子に対して例えば3万円のものをプレゼントするか、
高えな1万円のもの高えなよし別れようってなんだ5000円のもの高えなプレゼントあげる価値ねえかもって多分思われちゃうんだろうなって思うんだと思うね。その瞬間一応ね予定はしてるのよ。でもその日に来ないわけ。24日なんか未だに嫌いですね。あったねトラウマ。あったね。ネイルが素敵ですがお炊事はしますか？全くしません。I love Uber Eats。Uber Eats ね。文明って素敵ね。ドリアンさん、焼き餅って焼きますか？もともとがあんまり焼き餅とか束縛とかをものすごい意味嫌っているので、打活のごとく嫌っているので、だからやっぱり相手も好きにしてほしいし、お互いこのインディペンデントな感じでいたいなと思っていて、どこのね誰とねセックスしてようが、どこの誰とデートしてようが、どうせあんた私のこと好きで私のところに戻ってくんでしょ、そういう確固たるな思いみたいなものがあるときは、基本的に焼き餅は全然焼きません。とこんなにたくさんの、質問いただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。少し私たちのことをお伝えできたかしら。どうかな。私たちがお送りしておりますこちらジャッジミー、ご好評につきシーズン2が決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。シーズン2でお会いしましょう。ドリアン・ロロブリジーダでした。リル・グランビッチでした。イエイイエイ。